お久しぶりです。アウトドアライフ23のカズです。今回は前回行ったショップでいいギアをねたくさん見つけたんですけど、その中でもおすすめできるギアっていうのを今回はご紹介していこうと思います。では早速行きましょう。というわけで、前回ですね、中古ショップに人生初めて行ってきたんですが、その中でもね、皆さんにもおすすめできるギアっていうのがたくさんあったので、今回はね、それをね、まとめて皆さんにお伝えしていこうと思います。それでは早速行ってみましょう。はい、まず最初に紹介するギアっていうのが、非常にね、見た目が美しいギアになっています。そのギアっていうのがこちら。このね美しいフォルムの焚き火台になっています。ちなみにこの焚き火台は2022年のコロンビア焚き火クラブという焚き火のね1位を決めるコンテストがあるんですけど、コンテストの中で74つのね焚き火の中でも1位になった焚き火台となっているので、非常にねやっぱり見た目そして機能性が優れた焚き火台かなというふうに思います。またこちらの焚き火台は見た目だけじゃなくて燃焼効率も非常に考えられていて、このね横のねスリットが入っているところで空気の出口があるので、非常に燃焼効率も良くて、そして火力高く調理をすることができるんじゃないかなというふうに思っています。僕自身が惹かれたところっていうのはこの軽さ、そして A4 サイズに収納サイズが収まるっていうところが僕自身非常に惹かれたポイントになっています。また五徳がね2つあるんですけど、前方のプレートの方では火力が強い焚き火で調理がすることができますし、こうじっくりとねコトコトしたい時にはこちらのね2枚の五徳に乗せることで火力を調節ができるといって、非常にね機能性と見た目のバランスがいい焚き火台かなというふうに思っていました。僕自身はこの焚き火台を知った時に買おうかなと思ったんですけど、値段的にねいやーちょっとなっていうところと持っている焚き火台が非常に似ていたので購入を諦めていたんですが、今回行ったショップではこちらの値段で売られていて、定価よりも少し安く売られていたので、これはね魅力的だなというふうに思ったので今回紹介してみました。まだねこちらの中古ショップにあるかどうかは分かりませんが、是非ね訪れて確かめていただければなというふうに思います。そして、こちらの動画で僕自身が車の乗り換えを考えているっていうところをお話ししたところ、たくさんの方からどうなんだというふうな DM をいただくんですが、全てをね動画にすることができないので、ちょっとずつ今乗っている試乗している車とかをインスタグラムのねストーリーズの方で今後ね公開していこうかなというふうに思いますので、ぜひ見ていただけますと嬉しいです。はい、続いて紹介するキャンプギアっていうのがまたね、焚き火台になります。結構ね今回焚き火台がね多く登場するんですが、楽しみにしていただければなというふうに思います。その焚き火台っていうのがこちら。この焚き火台になります。この焚き火台皆さんご存知でしょうか。これ非常にね考え抜かれた焚き火台かなというふうに思います。どんなところが魅力的かというと、まず組み立てが簡単というところです。実際ね僕自身こんな風に組み立ててみたんですが、なんと5秒で組み立てることができました。しかも、組み立てる前の収納サイズっていうのがこんな風なサイズになっていて、非常にコンパクトに収納できるなというふうに思いました。またこの焚き火台はこうね三角になっているので、こうね上の部分に炎が集まることで高火力な焚き火台になるっていうところで、火力を必要とする料理がやりやすいんじゃないかなというふうに思っています。こちらねペラペラになっていなくて非常に頑丈な素材でできていますので、ガシガシと使える焚き火台になっているなというふうに思っています。ただデメリットがありまして、デメリットはこのコンパクトさなのにこの重さっていうところでちょっと重いかなと思いつつ、バックパックでもいけなくはない重さかなというふうに思ったので、今回紹介してみました。頑丈でそして武骨な、キャンプが好きな方、また高火力な料理を必要とされる方には魅力的な焚き火台になっているんじゃないかなというふうに思ったので、今回紹介してみました。はい、
続いて紹介するギアっていうのがテントになります。実はですね、撮影の後、テントがね非常に気になってゆっくりと、お宝探しをしたところ非常にいいテントが見つかったので、そのテントを紹介しようと思います。そのテントというのがこちら。このテントになります。もうね、ど定番のテントかとは思うんですが、魅力的な部分があるので、説明しようと思います。このテントのいいところっていうのは、非常に前室が広いっていうところです。奥行きが110センチあって高さが130センチあるので、非常に空間が広い。だからこそタープを持っていかずに、タープとテントが一緒になったテントと思えば一石二鳥感のあるテントかなというふうに思います。インナーテントに関しては大人2人が十分に寝れるテントですし、お子さんがいる方でも3人ならギリ行けるようなテントなので、ファミリーにもそしてソロにも行けるようなテントなので、非常にこれはねいいテントだなというふうに思っています。こちらのテントもベンチレーションがあったりとかメッシュがあったりするので、通気性よく夏場も虫を防ぎながら快適に過ごせるテントなんじゃないかなというふうに思っています。こういった定番のアイテムっていうのは一度ね使ってみると手放すことができないので、長く使えるテントの一つなんじゃないかなというふうに思っています。そして、中古ショップでは定価よりも安くこの値段で売られていたので、非常にね魅力的に感じて僕自身買おうかなというふうに今思っているところです。ちなみになんですが、いつもはこういった喋り動画ではこうやってねマイクをね口元に置いていたんですが、なんかね手でこうジェスチャーとかしながら喋りたいなというふうに思ったので、初めて、このピンマイクを購入してみました。皆さん声の音質はいかがでしょうか。はい、続いて紹介するギアっていうのは実はね、前回の動画で映さなかったちょっとね秘密にしていたギアになります。そのギアっていうのがこちら。このチェアになります。僕自身このチェアは4年前ぐらいに欲しいなと思いつつ、ちょっとね値段がするので諦めていたギアになります。このチェアのいいところっていうのはもうね極上の座り心地です。普通のねチェアと比べると横幅も広いですし、深さもあるのでリクライニングチェアのような感覚で、座ることができるチェアになっています。ワンタッチ式ですので、組み立てが簡単っていうところも僕自身惹かれるところかなというふうに思います。背もたれとかお尻のあたりの布生地がしっかりとしているので、クッション性があるような不思議な感覚になる、チェアになっています。また僕自身気に入っているところっていうのは、後ろにねヘッドレスがあるので、この椅子に座りながら、こうね昼寝がねできるような、構造になっているので、そのあたりも気に入っているところです。アームレストに関しては高級感のある、チェアになっているところも僕自身惹かれているところなので、今ね検討をしているところです。定価はねこんな値段なんですが、中古ではこの値段で、売られていたので、僕自身ちょっとね買おうかなって今悩んでいるところです。一人チェアがね今壊れ出しているので、もうそろそろ買い替えなければいけないなというふうに思っているのでね、どのチェアがいいかなと今迷っているところなんですが、このチェアになるかもしれないなと思っているところです。本当にね実際皆さんに座っていただきたい、チェアになっているので、今回紹介してみました。はい、続いて紹介するギアっていうのが、前回の動画でも僕自身が非常に迷っていたあのギアになります。そのギアっていうのがこちら。このチェアになります。このチェアは本当に僕自身欲しくて、ただ値段が届かなくて、悩んでいたギアになっていたんですが、中古ショップではねこんな値段で売られていたので、僕自身迷っているところです。このねチェアのいいところっていうのは、まずね座り心地です。こう独特な座り心地でして、もうねこんな感じで揺れることができるっていうところで、ハンモックのような座り心地ですし、なおかつ自動的にこう座る深さによってリクライニングをしてくれるっていうね、非常に魅力的な機能が詰まったチェアかなというふうに思っています。また組み立て式なのでコンパクトに持ち運ぶことができるっていうところもちょっとね僕自身惹かれているところではあります。
チェアで大事にしていることは、この座面がこうしっかりと頭まであるっていうところで体を預けられるっていうチェアが非常に好きでして、そういったチェアで選ぶってなると、このニーモのチェアか、そしてオンウェイのこのチェアかっていうところで非常に迷っているところです。やっぱりね、キャンプ中っていうのはぼーっと眺めたいので、体を預けて、そして力を抜いて景色を眺めるみたいなことがしたいので、こういったね座面が高い方が僕自身好きかなというふうに思っているところです。皆さんにもねこのね面白いチェアに座っていただければなというふうに思ったので、今回紹介してみました。はい、続いて紹介するギアっていうのは、男心をくすぐられる、ギアになっています。そのギアっていうのがこちら。このタープになります。僕自身このタープを比較する対象になる自分自身の持っているギアっていうのが DD タープだと思うんですが、このね DD タープとは違った魅力のあるタープになってまして、まずね迷彩柄のタープとなっている。そしてこの60年以上の歴史があるこのブランドのタープを一度使ってみたいなというふうに思ったので、僕自身これ買おうかなと今思っているギアになっています。しかもこのタープの使い方っていうのはバックパックの際に持っていくトレッキングポールをポールとして使えることができるタープというところで、そういったね一石二鳥感のあるギアと組み合わせることによって荷物を軽くできるっていうところが非常に魅力的なタープだなというふうに思っています。僕のね大事にしている重さがこんな感じで900g というところで非常に魅力的かなというふうに思います。大きさはこんな風なサイズですので、もうソロにはね十分なサイズ感かなというふうに思っています。こう DD タープって結構ね皆さん持っているかなというふうに思うので、ちょっとね外したギアに使いたいなというふうに思うと、こちらのねブランドのタープを選ぶのもいいかなというふうに思ったので、今回紹介してみました。はい、続いて紹介するギアっていうのがテントになります。このねテントは本当にロマンを感じるテントになります。そのテントというのがこちら。そうなんです。このポーランド軍のサイズ2のポンチョテントになります。このねポンチョテントということもあって、テントだけじゃなくてポンチョとしても使うことができるっていう一石二鳥感のあるテントになっています。また素材がコットン 100% というところで火の粉にも強いので焚き火をね気にせずガシガシと使えるところ、また厚手のね生地で作られているので寒さをね防ぐことができて熱をこもらせることができる。遮光性が非常に高いので影を濃くして涼しい影を作ることができるっていうところが魅力的かなというふうに思っています。ただ、高さがね142センチというところで、ソロだけに使えるかなというところは結構気にされるかなというふうに思うんですが、そこをね気にせずガシガシと使えるっていうところがこのテントの魅力かなというふうに思っています。群幕のいいところっていうのはこのワンポールだけじゃなくて自分のオリジナリティの出しやすいテントかなというふうに思うので、いろんなね組み合わせをして自分のオリジナリティのテントの形にするっていうところもこのテントの魅力かなというふうに思っています。最近はね群幕ブームといいますか、ミリタリーブームっていうのがあって価格もね非常に群幕が上がっているんですが、中古ショップだとこの値段で買えるっていうところが魅力的かなというところで、価格とそしてロマンが詰まったギアかなというふうに思ったので今回紹介してみました。はい、続いて紹介するギアっていうのは今回ね紹介するギアの中でも一番ねコスパのいいギアになっています。そのギアっていうのがこちら。このナイフになっています。このナイフはアメリカのこのブランドから出ているナイフでして、価格もこの値段、新品でこの値段というところで非常にね買いやすいナイフかなというふうに思います。また構造的にも僕の大好きな1枚のねステンレスでできているので非常にガシガシと使えるナイフになっているかなというふうに思っています。しかもこのナイフは
握り心地が非常に良くて使いやすいナイフかなっていう構造になっていたので、そのあたりも僕自身惹かれているところになっています。このナイフだけじゃなくて、このナイフについているこちらのね、皮もしっかりと作られているので、このねナイフと皮、この2つのセットでなおかつこの値段っていうのが本当に魅力的かなというふうに思うので、今回紹介しました。ただ、心配なところはなんとメーカーがバトニングを推奨してないっていうあたりが何か不安な要素があるのかなというふうに思うと、ちょっと慎重に使わなければいけないナイフかなというふうに思うんですが、ただこの価格で買えるっていうのが本当に魅力的かなというふうに思ったので、今回紹介してみました。そして面白いなと思った2つのギアを紹介していこうと思います。そのギアっていうのがこちら。この、ツールボックスになります。以前友人がおすすめしていたツールボックスと非常に似ていて、なおかつねこのギアは蓋がねあるので、値段もねこの値段というところで買いやすいなというふうに思っています。そして2つ目に紹介するギアっていうのがこちら。着火剤のケースになるんですが、この着火剤のケースもよくね売られているケースよりもコンパクトになって使い勝手は変わらないっていうところなので、非常に魅力的かなと思いますし、よくね使われているケースだとこの値段するんですけど、こちらのショップで売られていたギアっていうのはこの値段で買えるっていうところでコスパにも優れているなっていうふうに思っているので、今回紹介してみました。はい、続いて紹介するギアっていうのが、実はもうね売られていない廃盤になったギアっていうのが中古ショップにあったので、そのギアをお伝えしようと思います。そのギアっていうのがこちら。この陣幕になります。まずこの陣幕の役割は2つありまして、1つはこんな風に風よけとして使うことができます。キャンプに行っているのに風が強くて焚き火ができないっていう時があると思うんですが、そういう時にねこの陣幕を使うことでリフレクター代わりとして焚き火をね守ることで火の粉をねいろんなところに飛ばせないっていうこともできますし、2つ目の機能としては人気なキャンプ場に行った時とかサイトがねギュッてなってしまうとなんかプライベート空間がなくなると思うんですが、このね陣幕を立てることによって目隠し代わりに使えるので、自分のサイトをちょっとプライベート感のある秘密基地感のあるサイトにすることができるっていうのがこのギアの良さかなというふうに思っています。このね大きさっていうのが横が3メートルで高さが100メートルなので、そこまで大きな壁ではないので景観をね崩すことなく、そしてプライベート感が出て風も避けれるっていうところで、このねギアっていうのは非常に魅力的かなというふうに思っています。ただデメリットはやっぱりもうね廃盤というところで新品で買うことができないので、こういうギアが置いているっていうところが非常に魅力的かなというふうに思ったので、今回紹介してみました。やっぱりね中古ショップにはこういったねもう手の届かないギアであったりとかレアなギアがあるっていうのが本当に魅力的かなと思ったので、これからはね定期的にパトロールしていいギアを見つけていこうかなというふうに思っています。こういったねおすすめのショップがあればぜひコメント欄で教えていただければ嬉しいです。今回の動画が良かったと思った場合にはグッドボタン、高評価よろしくお願いします。というわけで本日もご視聴いただきありがとうございました。また次回の動画でお会いしましょう。バイバイ。